おはようございます。メリカミタチです。今回はヨーロッパの美食家たちが今最も注目している最高の牛肉ブッフ・ノワー・ドゥ・バルティック、バルト海の黒牛を掃除していきます。この肉はバルト海の厳しい寒さと潮風で育った牧草を食べて育っています。そのため一般的なヨーロッパの赤身肉とは違い、非常に細かく美しいサジが入っているのが最大の特徴になっています。さらにじっくりドライエイジング、熟成ですね、させることによってナッツのような甘い香りが中に閉じ込められています。今回この極上の塊から余分な筋、骨、脂などを切り除いて最も美味しい状態へと仕上げていきます。それでは一緒に始めましょう。今回最終的にコートドブフ1本ずつですね、骨がついた状態にしていきますので、まず背骨の方から外していきます。このように包丁を入れて骨を引っ張りながら包丁を入れていくと簡単に外れます。もちろんこれきっちりドライエイジングですね、熟成されていて水分が飛んでますので非常に作業がしやすい状態になっています。同時にちょっと色が変わっている部分ですね、熟成で色が変わっている部分は削ぎ落としていきます。このようにですね、包丁で軽く切り目を入れて骨を引っ張り剥がしながら包丁で助けていくとこのように簡単に外れていきます。基本的にこれ4つ足の動物同じ作りになっています。今回ブッフですけども、アニョですね、子羊、羊、あと豚、ボウも関しても同じような作りになっています。このようにきっちりと剥がしていきます。ちょっと余分に削っているように見えますけども、変色している部分はきれいに落としていきます。背骨の部分がきれいに取り除けたので、横の変色している肉の部分を削ぎ落としていきます。続いて肋骨と肋骨の間にある関節が残っている部分ですね、この部分を取り外していきます。これ別にこのまま置いてても構いませんけども、焼いた後切り分ける時にあると邪魔になります。ですので前もって取っておく方がいいと思います。こういうふうにですね、関節なので包丁を入れながら取り外していきます。半分まで来たらこの方法だとやりにくいのでひっくり返してまた反対側から外していきます。続いて内側の骨と骨の間にある薄皮の部分ですね、この部分も落としていきます。やはり熟成しているのである程度変色してますし、衛生的に良くないのでこの部分は外していきます。これで内側の部分がきれいに掃除できました。ここで肉をひっくり返すんですけども、まな板も新しいものに変えて、あとは表の部分、残りの部分を掃除していきます。あとここは変色している部分ですね、熟成によって色が変わっている部分をきれいに取り除いていきます。この部分がちょっと味がして好きという人もいますけれども、極力きれいに外した方が衛生的にはいいと思います。あと油の部分も含めて表面を一層きれいに外していきます。
このように一旦きれいに変色した部分が取り除けたら、次は肩甲骨を外していきます。この向かって左側の方にあるのが肩甲骨になります。なのでこの牛ですね、この部位ですけども牛の左側の部位になります。なぜかというと、この今肩甲骨が取れた部分ですけども、こちら側が頭の方で右側の方がお尻の方になります。なのでこれ牛の左側の部位になります。最後に脂の部分を一層落としていきます。今度好みで、分厚く落としてもいいですけども、私個人的に脂が多い方が美味しいので、本当に薄く一層だけ剥いでいきます。このようにきれいに脂が取れてトリミングできました。続いて1コートずつですね、コートドブフにしていきます。こういう大きい塊をポーションでですね、サイズに分けるときはなるべく大きい包丁を使ってよく切れる包丁で一気に切っていきます。このように骨と骨の間ですね、骨に寄せてこのようにカットしていくと最後ロスなく切ることができます。非常にいい感じにサシが入っていて美味しそうなお肉です。最後の部位ですけども、平行になるように最後一番端の部分を落とします。もちろんこれ味見しますので置いておきます。ここまで来たら最後少しずつきれいに成形していきます。あとこのかぶりの部分との下ですねにあるちょうど筋がありますので、それは取っておきます。それ以外はさっと見て変色している部分他ないか見てきれいに成形して仕上げていきます。これで下処理が終わりました。そしてこれ先ほどの端の部分ですね、ちょっと焼いて味見します。本当に塩だけで焼いた状態です。非常に美味しいです。このバルティックですけども、赤身の味がしっかりしていてほんのりサシが入っている状態のお肉です。もし日本で手に入ることがあればぜひ味見してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティー。